皆さんこんにちは。フランス在住の親指プチコです。今回は今年の夏、私の母、姉、そして彼と過ごしたバカンスの様子をお届けします。私たちが住んでいるのはフランスでもベルギー、ドイツ寄りの場所なので、初日は車で1時間ほどのベルギーのブイヨンという町に行きました。姉希望のお城巡り第1弾、ブイヨン城です。お城は丘の上に立っているので風が強く、さらに風は町の中心にある川を伝ってくるのでとっても冷たかったです。ベルギーの公用語はフランス語、オランダ語、ドイツ語の3言語で、それぞれの地域の隣接国によって変わるのですが、ブイヨンはフランス語圏です。彼が歴史に詳しいので、彼にいろいろ説明してもらいながら散策しました。オーディオガイドもありましたが、私たちには優秀なガイドがいたので不要でした。母も姉も彼の物知り具合に感心していました。確かに逆に日本の城を案内してって言われても全然説明できる自信がない。あちこちに展示されている人形はリアルでちょっと怖かったです。夜にはお城がライトアップされるそうですが、夜に来るのはちょっと怖いかも。お城の作りといい、お城から見渡す風景といい、なんだかジブリの天空の城ラピュタを彷彿とさせます。城壁のあちこちに穴が開いていて、そこから城外から攻めてくる敵を見張ったり攻撃していたんだと思うと、今の生活とは違いすぎてなんだか不思議な気持ちになりました。当時狩りに使われた鳥の鳥小屋も再現されていて、今は鳥のショーが毎日行われているようでした。ヨーロッパは陸続きなので、常に隣国からの敵の侵攻の危機にさらされていたんだなぁと改めて感じました。フランスはフランス人はもちろんいろいろな国からの移民や留学生も多いのですが、みんな自分の主張がはっきりしていたり、イエス・ノーをはっきり言ったりするのはやっぱり陸続きの国で育った国民性だなぁと感じることが多々あります。日本人ほど曖昧な表現をする国民性の方が世界から見れば稀だとは思いますが、こちらは拷問部屋。彼の説明を聞いてゾッとしました。昼ご飯は母希望のムール貝。ムール貝には必ずついてくるポテト。日本ではこの量のムール貝はなかなか食べられないので堪能していました。空になった貝殻で身を挟んで食べるのが正解らしいです。その後は修道院へ向かいました。川辺に自由に寝そべる牛に姉が興奮気味でした。でもちょうどこの日は修道院が閉まっていて、お土産ショップだけ寄って帰りました。次はブイヨンの街を一望できる高台に登って写真撮影。街中まで降りてきて川沿いを散歩しました。川沿いにこじんまり佇む街並みが可愛らしくて、とってものどかで綺麗。お目当てはブイヨン名物お米のタルトの老舗。とっても素朴で優しい味でした。名残惜しいけど帰ります。ブイヨンの帰りにゴッテルという小さな町に寄りました。
こちらはホテルの市役所。町の小さな教会にも寄ってみました。小さな町の教会なのに立派なパイプオルガンもありました。夕方の光が差し込んで幻想的な雰囲気。シンプルで綺麗なステンドグラス。小さい町の小さい教会だけど綺麗で管理が行き届いていて、きっと大事にされているんだろうなぁと感じました。この日はベルギーにほど近いフランスの町スドンにあるお城にやってきました。実はヨーロッパで一番大きいお城なのだそう。これまたジブリに出てきそうなトンネルをくぐって中に入ります。ここは馬車の通路だったようですが、確かに V4 条のものより高さもあって幅も広いです。中に入ると城壁の高さに圧巻されてしまいました。すぐ隣にはホテルも併設されています。早速中に入っていきます。お城の大きさとは裏腹に秘密の扉っぽい小さな入り口。部屋ごとにテーマに沿って装飾やライトアップされていて、とても楽しめる作りになっています。青いライトアップと鏡の効果でまるで物語の中に迷い込んだみたいな錯覚に陥ります。ディズニーランドの雰囲気とも似たものがあります。ビデオや写真じゃ伝わりにくいですが、お城の高さと重厚さに圧巻されます。物語ではなく、本当にこのお城の中で人が生活していたり、敵と戦っていたんだと思うと不思議な気分になりました。こちらは当時の武器や鎧が展示されている部屋。定期的に訪問者への解説も行われているのか、中に長椅子がいくつかありました。こちらは台所。見えにくいですが、暖炉の前にはイノシシが倒れています。こちらは透析機の展示。もうこの時代にはテコの原理を使っていたのだと思うと、人間って賢い。薄暗いひんやりした廊下を抜けて次の部屋に向かいます。こちらは刀鍛冶の部屋。鬼滅の刃の鋼塚さんのヨーロッパバージョンでしょうか。赤いライトは当時の戦いの夜を再現しています。多くの戦士が血を流した翌朝の太陽は赤い色をしていたそう。眠れない夜も数えきれないほどあったのでしょう。狭い廊下を渡って奥へ進むと、こちらは祈りの部屋。そしてこちらはトイレ。入ると使用中と注意されます。こちらは台所。
そしてこちらも台所ですが、王様の部屋に隣接する台所です。やっぱり豪華さが違います。そしてこちらは魔女の部屋。当時は本当に魔女が存在していたんでしょう。動物の骨などが飾ってあって何とも不気味です。こちらは王様の部屋。歴代の王様の肖像画もあります。ハリー・ポッターの世界を思い出させます。この奥の肖像画はデジタルで、肖像画同士が会話していました。当時の女王の衣装展示。女王も子孫繁栄の役割を果たそうと必死だったのでしょう。私は常に生死の危険にさらされる中世の時代に生まれなくてよかったと思いましたが、彼は国のために戦える時代に生まれたかったそう。ヨーロッパの鎧、形は違えど日本の鎧と通ずる部分もある気がします。こちらは戦いで亡くなった兵士を迎えに来た天使。この日は少し遠出して彼の育った町メスにやってきました。夏休みで閉まっている店も多かったのですが、旧市街のきれいな建物が並んでいて、歩いているだけでも楽しい街並み。小型のピラミッド。中は商業施設になっています。街を散歩してそろそろお腹が空いてきました。昼はピザにしましたが、テラスは蜂が多くて、急遽お店の中に移動し急いで食べました。フランスに来た当初住んでいたストラスブールに少し似た街並み。こちらはル・トンプルノフというメッスの象徴的な教会。川の真ん中にあって観光本などのメッスの写真には必ず載っています。ここから少し歩いたところにメッス大聖堂があります。街中を歩いているといきなり出てくるのでびっくりしました。周りの建物が小さいのか大聖堂が大きいのか、とにかく存在感のある大聖堂。中の作りもとっても立派で迫力大です。ここの大聖堂は竜にまつわる伝説があるようで、パイプオルガンの横に竜の置物がありました。竜の置物だけ手作り感満載で、なんか大聖堂の作りと釣り合わなくないって彼に言ったら、地元の人はとっても真剣なんだからそんなこと言うなと注意されました。そのすぐ隣には市役所があります。母、姉のおかげで私たちも近くの町を観光できた楽しい夏休みでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録者数おかげさまで400人達成しました。いつもありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。